1881年、ロシア皇帝アレクサンドル2世はサンクトペテルブルクで左翼のテロリストに暗殺された。今日、この殺害現場には見事な教会が建てられ、事件にちなんで血の上の救世主教会と名付けられている。アレクサンドル2世はロシアの濃度制撤廃に着手し、解放者と呼ばれ称賛されていた。だが彼の死後、後を継いだ息子のアレクサンドル3世は、父の改革が危険分子の動きを活発化させ、それゆえ暗殺事件が起きたのだと考えた。そこで彼は専制政治の復活を宣言した。アレクサンドルは次のように述べた。この深い悲しみの中で、神は私に命じられた。専制の強さと正義に信念を持ち、勇気を持って統治に励みたまえと。そして秘密警察、通称オフラーンカが設立され、革命組織に潜入した。反乱分子をあぶり出すと、ある者は絞首刑に処し、またある者はシベリア送りにして強制労働をさせた。アレクサンドルは信仰心が深く、ロシア正教会を支援したほか、ロシア人としてのアイデンティティを大切にしていた。この考えにより、ロシア在住のユダヤ人が犠牲となる。この時ユダヤ人はすでにポグロムと呼ばれる虐殺に遭っていた。前皇帝アレクサンドル2世の暗殺はユダヤ人によるものだというデマが広まっていたからだ。加えて政府は2万人のユダヤ人をモスクワから追放し、多くのユダヤ人が国から出ていった。その後の40年間で200万人のユダヤ人がロシアを離れ、大半がアメリカに移住することになる。ドイツが力を増してくると、ロシアはフランスと軍事同盟を結び、どちらかが攻撃されたら支援することを取り決めた。その後、セルゲイ・ビッテが財務大臣に就任した。彼の改革はロシア経済の近代化を推し進め、外国からの、特に同盟となったフランスからの投資を促進した。フランス資本に支えられ、ロシアの工業やインフラが発展。シベリア横断鉄道の建設も始まった。1916年に完成したこの世界最長の鉄道は、モスクワからウラジオストクまでを結び、長さは1万キロメートルに迫る。アレクサンドルが病死すると、息子のニコライ2世が即位した。だが彼の戴冠式で会場に押し寄せた人々が将棋倒しになり、1400人が死亡する大惨事が起きた。清はロシアが旅順の港に海軍基地を建築することを認めた。清で義和団の乱が起きると、ロシアは旅順を反乱軍から守るという名目で満州に進軍した。これが日本との戦争を引き起こすことになる。日本も満州や韓国の支配を見据えていたからだ。日本は旅順のロシア艦隊を奇襲し、日露戦争において大規模な戦いとなった奉天海戦に勝利した。ロシアは当時世界最強と呼ばれたバルチック艦隊をはるばる地球を半周させて送り込むが、日本海海戦で即座に壊滅させられた。アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の斡旋により、ロシアにとって屈辱的な講和条約が結ばれた。その頃、ニコライは国内で別の危機に直面していた。サンクトペテルブルクで鉄鋼労働者のストライキが激化し、大規模なデモに発展したのだ。何万人ものデモ参加者が冬宮殿に押し寄せ、労働者の権利改善や政治活動の自由を訴えた。しかし、ロシア軍が群衆に向かって発砲し、少なくとも100人以上を殺害した。
この血の日曜日事件はさらなるストライキや社会不安を巻き起こした。戦艦ポチョムキンの水兵が反乱を起こし、艦長や将校を殺害して船を掌握した。これらの混乱を鎮めるため、ニコライはしぶしぶ10月証書を発布。セルゲイ・ヴィッテが内容を起草した。これは国民に新たな政治的権利を約束したもので、選挙による議会の設立や言論の自由などを保障している。その翌年、ロシア初の憲法が起草された。当初、皇帝とドゥーマ議会は権力を分け合うことにしていたが、実際には皇帝は議会の立法を取り消したり、議会自体を解散させる権利を握っていた。セルゲイ・ヴィッテはニコライの信任を失い解任された。新たな首相にはストルイピンが就任。農地改革や農民の支援を行った一方、革命派の人々は容赦なく弾圧した。それゆえ革命派が公主刑に処されるとき、その名はストルイピンのネクタイと呼ばれた。そんなストルイピンの暗殺を試みる事件が何度か起き、ついにキエフのオペラハウスで銃殺された。その後、シベリア出身の祈祷僧グレゴリー・ラスプーチンが皇室に取り入った。ニコライの息子アレクセイの血友病を祈りの力で治したとして信頼を得たのだ。国内では散発的なテロが続いていたものの、経済的にはヨーロッパ一の急成長を遂げ、農業でも工業でも生産高が増えていった。そのため国民の多くはなんだかんだ言いつつも皇帝一家を支持しており、ロシアの未来は明るいように思われた。1914年、サラエボでセルビア人民族主義者の青年がオーストリア大公のフランツ・フェルディナントを暗殺。ヨーロッパ中に緊張が走った。オーストリア・ハンガリーがセルビアに宣戦布告すると、ニコライは即座に総動員令を発し、同じスラブ民族のセルビアを守ろうとした。オーストリア・ハンガリーの同盟国であるドイツもロシアの動きを脅威とみなし宣戦布告。ヨーロッパの主要各国はそれぞれが結んでいた軍事同盟により次々に戦争へ参加していった。第一次世界大戦の始まりである。ロシア市民は熱烈に愛国心を叫んだ。首都のサンクトペテルブルクにはドイツ語風の響きがあるため、ロシア語風のペトログラードに改名された。ロシアはまず東プロイセンに侵攻したが、タンネンベルク、そしてマズーリ湖の戦いで大敗した。南ではオーストリア・ハンガリーとの戦いに勝利したが、代償も大きかった。劣勢に陥ったロシアは1915年に全軍を退却させた。改めて1916年、ロシアはオーストリア・ハンガリーにブルシーロフ攻勢を仕掛け、これは大成功を収めた。とはいえ、やはり消耗も大きく、ロシア軍はこれ以降大規模攻勢を仕掛けることはできなくなる。ペトログラードではラスプーチンが皇帝一家に取り入って意のままに操っているのではないかと疑われており、反対派の貴族に殺害された。イギリスの工作員も関与していると見られている。戦争はロシア市民に大きな負担を強いた。戦線では膨大な数の兵士を失い、国内では経済政策の失敗によりインフレや食料不足が起きた。ペトログラードでは不満を募らせた労働者がストライキやデモを実施。デモの弾圧を命じられた軍隊は命令を拒み、自らもデモに加わる始末だった。政府は自らの首都を制御できなくなったのだ。プスコフにいたニコライは、皇帝の座を降りなければ反乱が激化して無政府状態に陥り、戦争にも負けるだろうと諭された。
アドバイスに従って退位を決意したニコライは弟のミハイル大公に帝位を譲ろうとするも、ミハイルはそれを辞退した。これにより300年にわたって続いたロマノフ朝が幕を閉じたのだ。ロシアは共和国になり臨時政府が立ち上がるものの、経済的にも軍事的にも混乱を鎮めることができなかった。その間に労働者、兵士、農民らは独自の評議会ソビエトを結成した。ペトログラードのソビエトは臨時政府への不満が高まり続けていたこともあって、臨時政府に太刀打ちできるほどに勢力を増した。特に支持を集めたのがボリシェビキのウラジーミル・レーニンだ。彼は戦争の即刻中止、国家の再編、ソビエトへの権力移譲など急進的な主張を行った。10月、ボリシェビキの一員レフ・トロツキーがクーデターを起こした。ボリシェビキの兵士は臨時政府が執務を行う冬宮殿を襲撃し、政府関係者を捕らえていった。レーニン、そしてボリシェビキが権力を掌握した。ロシアは大胆かつ危険な道を歩み始めた。マルクス主義者に触発された革命党により、史上初の共産主義国家を築こうとしたのだ。だがまずはじめに、彼らは混乱と殺戮に満ちた史上最大級の内戦を制さなければならなかった。